こんばんは。このチャンネルは歴史上の人物の生涯や名言を解説するチャンネルです。今夜の登場人物は、キング牧師です。では彼の壮絶な生涯を紐解いてみましょう。マーティン・ルーサー・キング・ジュニアは1929年1月15日、ジョージア州アトランタに生まれました。父、キング・シニアは、キリスト教の教会の牧師であり、母、アルバートは教師でした。家族は黒人が住む地域では尊敬を集める家庭でしたが、同時に厳しい人種差別が日常的に行われている地域でもありました。幼いキングが最初に人種差別を知ったのは、6歳の時のことです。仲良しの白人のお友達の親から、突然、あなたと、息子はもう一緒に遊べないと告げられたのです。キングは両親にそのことを伝えました。僕が何か悪いことをしたからお友達と遊べなくなったの？その時にキングは初めて肌の色が違う。たったそれだけで僕は嫌われる存在なんだと。わずか6歳の幼い男の子が人種差別を感じることになるのです。両親はキングにこう伝えます。自分に誇りを持ちなさい。そしてそんな不平等に屈してはいけないと。1942年、キングが入学したブッカー T ワシントン高校では、スクールバスでも白人に席を譲る慣習が当たり前のように行われており、この頃から徐々に不平等な社会を変えなければと思い始めます。とても成績が優秀だったキングは、高校の早期卒業制度を使い、高校2年で卒業し、1944年、15歳の若さで、モーハウス大学に入学します。モーハウス大学の学長は、有名な黒人指導者のベンジャミン・メイズという人でした。そこで本格的に、この世界から人種差別をなくしたい、そう思うようになります。その思いを実現させるために、法律家と聖職のどちらかにしようと迷ったものの、聖職者の道を選ぶことにし、1947年には牧師の資格を取得、父親と同じく、キリスト教の牧師となったのでした。1948年18歳で大学を卒業すると、さらにペンシルバニア州にある、クローザー進学校に入学して、さらに3年間大学院生として学び、修士号を取得しています。この頃にマハトマ・ガンジーの思想に出会い、大きく心を動かされます。キングは、神学と哲学をさらに深く学ぶため、1951年にボストンに引っ越し、ボストン大学の神学部に進学します。その時の研究のテーマは、ガンジーの非暴力哲学と、キリスト教神学の統合というテーマでした。この頃、キングは、友達の紹介でニューイングランド音楽院で声楽とピアノを学んでいるコレッタと出会います。いつしか二人は付き合うようになり、キングの真剣な愛と、キングと共に世界を変えたいと感じたコレッタは、1953年、23歳で結婚しました。そんなある日、キングを変える出来事が起こります。いつものようにボストン大学での勉強の合間に、飲食店に入った時のことです。キングが注文をしようと店員を呼ぶと、黒人のオーダーは効かないと白人の店員が注文を取りに来なかったのです。キングが生まれたアメリカ南部では珍しいことではなかったため、気にしていなかったのですが、なんとその店員は、他の客の通報により、人種差別をしたとして目の前で逮捕されてしまいます。ボストンがあるマサチューセッツ州は、キングが生まれたアメリカ南部のジムクロー法とは正反対に、公の場で人種差別をすると逮捕、罰則が課せられる地域だったのです。マサチューセッツ州は、19世紀から奴隷制度廃止運動が行われた中心地でもあったため、20世紀には州の法律で人種差別を禁じており、特に公の場での
差別行為は違法とされていました。キングはこう思います。同じアメリカの中でも黒人に対する対応がここまで大きく違うなら、このアメリカから人種差別をなくすることは、決して不可能なことではないはずだと、キングは、1954年9月、24歳の時にアラバマ州モンゴメリーにあるキリスト教会に牧師として招かれました。アラバマ州はアメリカ南部に位置し、アメリカ国内でも特に黒人差別が深刻な地域でした。ボストン大学在学中ではあるものの、ほとんどの授業は終わり、論文の執筆のみが課題として残されていたため、アラバマに移住して牧師としての生活を始めることになるのです。移住して1年ほど経った1955年12月1日、全米を動かすある事件が起こります。ローザ・パークスという黒人女性が市営のバスに乗っていた時に白人女性に席を譲らなかったという理由でバスの運転手に通報され理不尽な逮捕をされます。黒人たちは怒りました。しかしキングはこう黒人たちに諭します。暴力は白人が黒人にする差別を正当化させる材料になってしまう。キングたち周辺に住む黒人指導者たちは非暴力で抗議することを計画します。それがモンゴメリーバスボイコット事件です。ローザが逮捕されて4日後、社会運動家のエドガー・ニクソンはキング牧師に事件の発端である市営バスの乗車をボイコットすることで非暴力抗議をしようと持ちかけます。キング牧師たちは街中の人々に市営バスの乗車ボイコットを呼びかけます。するとなんと肌の色を問わず多くの市民がこれに応じたのです。時には人種差別に反対する白人の住民たちもボイコットに参加し始めます。キング牧師は黒人の移動手段を確保するため黒人運転手のタクシーにお願いして黒人が乗る場合に割引をすることや車を持つ住民による相乗りなど安く移動できるようなシステムを作ります。この運動はメディアで大きく取り上げられ徐々に全米中に広がり始めます。当時の市営バスの利用者の 75% は黒人でした。市のバス事業は一気に経済的に悪化していきます。また、黒人の人たちは、今回の事件は明らかに人権侵害であること、そもそも白人と黒人が分かれて座らないといけないことは、アメリカ憲法に定めている法の下の平等という条項に違反しているのではないかとして、市のバス会社やモンゴメリー市に対して訴訟を起こします。訴えられた被告である市の主張は、こうでした。公共交通の運営は州や市が行っており、そこには憲法などが介入するべきではない。公共施設を人種ごとに分けても、サービスの質が等しいならば合法である。これは南部の歴史や文化に根付いた慣習、いわゆる伝統である。アメリカ全土に広がったこのボイコットは、約1年間続きました。その間、キング牧師は、警察から相乗りは無許可の交通サービスである。ボイコットは州法に違反した運動である。社会秩序を乱す。そういったものを扇動したという罪で逮捕されてしまいます。しかし、この逮捕は逆にアメリカ全土でメディアに取り上げられ注目を浴び、運動への支持がさらに広がる結果となりました。また、白人はすべての人種の中で最も優秀であるといった白人至上主義者から、キング牧師の自宅にダイナマイトが投げ込まれる事件も起こっています。幸い、玄関近くで爆発し、家の一部が損壊したものの、怪我人などは出ませんでした。そんな事件が起こっても、怒りと恐怖に駆られた黒人たちに対して、それでも我々は暴力を使わずに、白人を愛そうと伝え、多くの人を感動させ、キング牧師はさらに注目されるようになります。ボイコットから1年後、アメリカ最高裁は次のような判決を出します。
黒人と白人に異なる待遇を強制することになり、アメリカ憲法に違反すること、モンゴメリー州やアラバマ州が独自で制定していた公共機関での人種を分ける条例を現時点をもって無効とすること、州や市が定めた州法や条例がアメリカ憲法に違反する場合、憲法が優先されること、黒人を中心とした原告側が勝訴し、改めてアメリカでは人種差別は憲法違反であるとアメリカ全土に知らされました。その判決を受けて、アメリカ全土の黒人たちは感動の涙を流し、この国の司法は生きていると歓声を上げます。また、アメリカ南部を中心とした人種差別を撤廃する運動が加速され、キング牧師は全国的な指導者としてアメリカ国内に認知されるようになったのです。その後、アメリカ南部を中心に、座り込みや不買運動など、黒人を中心に非暴力での人種差別撤廃を求めた運動が起こります。人種差別感情が根強い地域では、警官が警棒で黒人を殴る行為や、警察権にかませる、高圧ホースで放水するなどの暴力行為が起こります。しかし必死で歯を食いしばり、それでも非暴力を貫く黒人の映像がテレビや新聞などで連日取り上げられると、次第にアメリカの世論が変わり始めます。黒人が一方的に白人から暴力を受けているが、彼らも何も変わらない人間ではないか。黒人がここまで暴力を受けても、非暴力を貫くのはすごいことだ、という声が次第に大きくなっていくのです。1963年8月28日、33歳のキング牧師は、リンカーンの奴隷解放宣言100年を記念する大集会を企画します。そこで行われた仕事と自由のためのワシントンへの行進という人種差別撤廃を求める平和的なデモには、20万人以上の国民が参加し、アメリカ全土で差別をなくす動きは最高潮になっていました。そこで、キング牧師は、20万人を熱狂させる演説をします。I have a dream. 私には夢がある。という伝説の演説でした。私は夢見ている。ある日、白人と黒人、異なる背景の人々が、兄弟愛というテーブルに、共に座っている夢を、私は夢見ている。ある日、人種差別が最も深刻なミシシッピでさえ、自由というオアシスに変わっている夢を、私は夢見ている。ある日、私の4人の子供たちが、肌の色ではなく人格で評価される夢を、ただ怒りや悲しみで行動するのではなく、愛と正義をもって変革を求めよう。そしていつの日か、自由の鐘がアメリカ中で鳴り響き、すべての人が平等に生きられる日がきっと来る。キング牧師の運動や演説、黒人が警官から暴力を受けているテレビなどを、当時の大統領はすべて見ていました。当時の大統領の名は、ジョン・ F ・ケネディでした。彼は、キング牧師などの非暴力での運動に少しずつ心を動かされていたのです。ケネディ大統領は、演説後、キング牧師を含む指導者たちをホワイトハウスに招き、今までの非暴力での運動に深く敬意を払い、直接話をしています。その中で、アメリカの政治的安定や経済を成長させる上でも人種差別は弊害になっていること、何よりも国民が幸福になるためには、早急に人種差別撤廃のための法律を作るべきだと改めて心に刻みます。その後、1963年11月22日、ケネディ大統領は暗殺されてしまいます。当時副大統領だったリンドン・ジョンソンが自動的に大統領に就任しますが、彼は
アメリカ南部出身でありながら、以前から人種差別は間違っていると反対の姿勢を訴えていた人だったのです。キング牧師の演説の翌年、1964年7月2日、ついにアメリカは公民権法という法律を制定します。人種、宗教、性別、出身国などに基づく差別や分離の一切の禁止というものでした。南部の白人議員からは、議事妨害を受けたり、500回以上の修正案が出されますが、大統領が粘り強く実現を推進し、党を超えての賛成により、成立することになりました。この日、アメリカの建国以来200年近くの間続いた法律上の人種差別が終わることとなったのです。ほどなくして、アメリカ合衆国における人種偏見を終わらせるための非暴力抵抗運動を理由に、キング牧師にノーベル平和賞が贈られることになります。公民権法が施行され、大きな一歩を踏み出せたことは事実でしたが、長い歴史の中で行われてきた根強い差別意識がすぐに消えることはありませんでした。失業率も圧倒的に黒人の比率が高く、ベトナム戦争時の徴兵も大多数が黒人であることなどが問題になりました。その頃から、非暴力では完全に差別をなくすことはできない。暴力を使ってもやむなしと考え、結果的にキング牧師は邪魔者だと考える過激派が黒人の中で現れ、勢力を徐々に拡大していきます。それでもキング牧師は、大学時代に学んだガンジーやキリストの教えに従い、非暴力での活動の日々を何年も続けます。1968年4月4日、テネシー州メンフィスで演説を終えたキング牧師は、ホテルのバルコニーに立ち、夜の集会での演奏曲の打ち合わせ中に、ジェームズ・アール・リーという白人にライフルで撃たれます。弾丸は喉から脊髄に達し、39歳で突然、この世を去ります。キング牧師の捕殺が報じられると、アメリカ国内の多くの都市で怒りに包まれた黒人による暴動が巻き起こります。ただ、葬儀が行われると怒りは悲しみに変わり、暴動は収まります。やがてキング牧師のやり方に反発していた過激派も、暴力では差別の撲滅は不可能であることに気づき、キング牧師の非暴力での運動を継承していくことになっていったのでした。現在、アメリカではキング牧師の誕生日の1月15日に近い1月第3月曜日をキング牧師記念日として祝日にしており、キング牧師は今もなおアメリカを作った一人として1年に一度思い出されるほど大切な偉人となっています。最後に亡くなる直前に行った演説でキング牧師が民衆に伝えた名言をご紹介して終わりたいと思います。人は兄弟、姉妹として共に生きる術を学ばなければならない。さもなくば、私たちは愚か者として滅びるだろう。いかがでしたか？この動画が良かったと思われた方は、チャンネル登録といいねボタン、コメントをぜひお願いします。ではまた次回をお楽しみに。